こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は今までヘビ屋を経営してきて起きたやばいこといくつかお話をしたいと思います。ヘビ屋、趣味に生きているように見えるかもしれませんが、やっぱり一つの事業なのでいろいろと嬉しいこともあるし大変なことも起きたりするわけですね。で、大体そういうのは準備しているところに発生するわけではなくていきなり起こったりするので、それを予測して先回って回避することができるように考えてはいるんですけど、やっぱり予測不能なことはいくつか起こるわけで、最近起きたので言うと振り込みミスっていうのがあって、海外からやっぱ輸入をたくさんしてるので、海外にお金を送るわけですよね。で、いろんな送り方があるんですけど、今回の仕入れのこれを振り込んでくださいって経理を担当してる人にお願いして、分かりましたって言ったら、しばらくしたら連絡が来て、ちょっと分かんないんですけど、なんかもしかしたら違うところになんか振り込んみたいな、すごい煮え切らない電話が来たんですね。なんだろうと思って、どういうことって言ったら、いや、なんかちょっとみたいな感じで、もしかして違う人に振り込んだって言ったら、結果としてはそういう感じかもしれないみたいなことをね言うんですよ。それでと思って操作を聞いてちゃんと正しい情報を入力して、で最後に送信をする時になんか違う人の名前が出てたらしいけど、そういうこともあるのかなと思って振り込みをしましたっつって、ないから違う人の名前が出てくる、でもそういうことがあるのかなってことはないからっていう話だったんですけど、結構な金額を振り込んじゃったわけですね。でそれが連絡先が出てくるんですけど、銀行としてはもうどうしようもないですと、振り込んじゃったものはもうどうしようもないです。日本だったら、でも日本でも相当難しいのか、でも海外送金だからもう本当にどうしようもないって言われて、あなたが入力して選んで選択したんでしょ、それはもうどうしようもないですって言われて、やばいと思って、じゃあ振り込んじゃった人の連絡先が分かるからそこに連絡をしてみようと思って連絡をしたけど、返事が返ってこないと、やっぱり検索すればどういう人か、どういうお店かっていうのが分かるわけですね。でそこのお店のなんか SNS とかこう探して見つけても、どうやらねもうこの数年、活動していない人だっていうことが分かって、連絡の取りようがない、こう積んだみたいになったことがありました。結果としては最後は、無事に帰ってきたんですけど、おいおいおいということが直近ではねありました。みんなもこうダブルチェックとか確認はするようにしてください。何千万とかではないですけど何十万とかではないっていう、うちの仕入れがだいたい多ければ1000万弱ぐらいとかなので、そんな感じの、そこまで大きくないけどっていうくらい。一番途方に暮れたのは、新しく契約した物件があって、でそこでじゃあやりましょうっていうことで準備をしてます。それはここのヘビ屋じゃなくて別のラットとかの方なんですけど、ヘビももちろん置くことにはなるんですが、結構でっかいところを借りてやっていこうとして契約も全部終わって搬入を始めたことがあったんですけど、結構初期ね、もう今のこの町でやる前の話ですが、実際に搬入をしていたら、そこの物件のオーナーが見に来たっていうことがあって、近くに住まれてて、で、新しい人が大体その契約ってオーナーと直接するんじゃなくて管理会社とする、不動産屋さんとするんですけど、そこでの話が終わって実際に借り始めた日にオーナーがちらっと見に来て、最初はそのオーナーだって分かんなかったんですが、近所の人かなと思って「どうもこんにちは」みたいな感じで挨拶をしたんですけど、後日不動産屋から連絡が来て、ちょっと契約撤回したいってオーナーが言ってるんですけどって言われて、と思って、撤回したいってどういうことと思ったので、いやちょっとでも困りますみたいな話をしたら、初期の頃は、ここまでの規模じゃなかったから、今もしうちの店が引っ越しをするってなったら、その先の不動産屋さんとか、オーナーの人にはこういう感じのお店です、こういう規模感でやってますっていう話をすると思うんですが、その時はね、なんかそのヘビを売ってますとか、ネズミもいますって言うとちょっと印象が悪いかなと思って、こういう用品とかも作ったり売ったりしてるので、その倉庫代わりにもするつもりだったんですよ。ものすごい広いところだったので、物品を置いたりとか、あとはヘビとかネズミとかもいますぐらいの、なんか大げさに言うとねテンションで、言ったんです。そっちもいいんですよっていうよりは、そういうのもやってますっていうふうな話をして、でそうか、そういうのもやってんだみたいなぐらいの認識だったらしいんですけど、実際に開けてみたらやっぱりこの本物の生き物のとその数のインパクトに、ちょっとこれは想定してなかったっていうことになったみたいで、お金とか全部返すからちょっと契約なかったことにしてくれないかっていう話になって、どうしようと思ったことがありました。拠点の移動って結構大変で、そこに合わせて、いろんな段取りとか資材とかも設備とかも買ったりするので、それ全部撤回になった時はね、これちょっとしんどと思いましたが、もうダメっていうのはダメなんだろうなと、一応ちょっとこう交渉はしたんですけど、いや全然怖くない、ヘビ怖くないとかネズミも怖くない、
それはもうイメージの話でとか言ったんですけど、いやでもちょっとやっぱり趣味ぐらいの範囲かと思ってたっていうことで最終的には撤回になりました。そこで学んだのはもしかしたら悪いイメージ持たれるかなみたいなことにビビらず、ヘビ屋ですってこうバンとフルオープンでやるのが大事なんだなと思ったことがありました。これも結構途方に暮れたんですけど、うちはショールームとバックヤードがあって、ショールーム側はこういう展示っぽい感じになってるんですけど、バックヤードはヘビたちはラックで飼育してるんですね。ラックで管理してて、そのラックって日本ではヘビ飼育ラックって売ってないから、海外から輸入するか自分で作るかしかないと。で海外から輸入するとすごい時間も手間もお金もかかるということで、自作のラックを使ってるんですね。自分たちで設計して資材集めて飼育をすると。でそのケースとかも全部買ってラック式で飼育をしてるんですが、もうこれも一番最初の頃で、数が増えてきました、だからラックを作りましょう、そのための資材を買いましょうで、当時っていろんな形のラックを模索している頃で、どういうのがいいかなっていうのを作るたびにああでもないこうでもないと微調整をしながらやってたわけですね。でおおむねこれでいこうっていうものが決まって、で細かいところの再調整をして資材を発注して、それを組んでくれる人の手配もして、いざ作ろうと思ったら数字が合わない、形が合わない、でその理由はその聞いたタブのサイズが間違っていたと。でなるとね、もう全部買い直し、作り直し、人も雇い直しみたいになって、初期の頃だったのでまだトラブル慣れも今ほどしていたわけではないから、こんなことがあるんだと思いました。お店に電話して、ちょっとなんかタブの聞いたサイズが違うんですけどって言ったら、そうですか、すいません、ちょっとアルバイトの子だったので間違っちゃったんだと思いますって言われて、ちょっとお話できますかその方とって言ったら、いやちょっとなんかもう怖がっちゃって電話出たくないって言うんで、店長の私がって言って、そうですかっつって、結構現場としては大変なことになっていてっていうお話をしたんですけど、もうどうにもならない、人は間違えるしどうにもならないし、保証してほしいとか話をしたわけじゃないんですけども、最初初手から保証とかもできませんって言われて、なんか最初に言われるともやっとするみたいなことがありましたけど、損失の実害よりも全部無駄になったっていう精神的なダメージの方が大きくて、トラブルの内容とか失敗の内容によってはもうそれはもうしょうがないって割り切れるものと、ちょっとこれなんかそのトラブルは結構ね、もうやだってなるような精神的なダメージを食らえたものではありました。そういうね、事故とかもちろん自分たちのミスとか単純な不運とか準備不足とかいろんな内容や原因がありますけど、本当にたくさんの失敗をしながら、謝罪をしながら、改善をしながら、なんとかヘビアをやっています。僕はその古い言葉ですけど、好きなことで生きていくっていうね言葉も昔流行りました。好きなことで生きていますと。でもね、好きなことで生きていくためには好きじゃないこと、やりたくないこともやっぱり必然と発生してくるわけですね。でもそれ全部含めて好きでいられるか、全部含めて楽しんでいられるかっていうのはすごい大事なことだなと思います。デューやってて本当に楽しいこと多くて、素敵な出会いが多くて、嬉しいこと山ほどありますけれども、見えない、そして見せないようにしてる大きな失敗とか大変なこととか辛いこととかっていうのもあるんですね。ヘビアやってると全部含めて楽しい生き方ができているなというのは思うので、これからも失敗をしながら、改善をしながら、この旅路を楽しんでいきたいなと思っています。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は、概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。